という私、このままで大丈夫の動画に出演してくださったシフォンさんの後編になります。シフォンさんは自己表現したいけれど自分を出そうとすると濁る感じがするそうです。自己表現の方法に対するメッセージとは一体何だったのでしょうか。それではどうぞ。自己表現ね。ヒーリングアーティストになりたい。ヒーリングに対してはなんかあんまり深く考えてなくて、自己表現に対して体を使ってる。自己表現に対するアドバイスくださいか。自分を出すときに濁る感じがするんですね。で濁ってるんだろうみたいな。自己表現に対するアドバイスください。なんか不思議やな。なんか亀があって、亀って生きてる亀じゃなくて水入ってる亀で、水が溜まってて、シフォンさんがこう水を眺めてるんです。こう覗いて込んでる感じで自分が映ってるみたい。これでいいんかなって思ってるみたい。とすごい不安な感じがする。でもなんかその感覚わかります。わかります？自分ってこれでいいんかなって感じ？それをなんか映ってる自分を見て確認してるっていうか、不安に思ってるみたい。たまにね、その水が揺れるのよ。その揺れは自分の不安な心から来るみたい。しっかり確定してないっていうか、自分はこれでって思い切れてないってこと？確認が必要みたい。自分が自分であるということに。でも人にこれでいいやんって言われても、それが響かへんみたい。いやでもな、みたいな感じで、また自分を見るみたいな。だって人の意見なんてあんま関係ないしね。人から見てる自分と自分って違うじゃないですか。人って表面しか見てないから。大体人のことなんてどうだっていいしね。だからその言葉はシフォンさんの心には全く響けへんくって、自分が自分をどう思うかが全て。で、今、自分を見て何かが不安みたい。自分がどうあるべきかが分かれへんみたいな。さっき言ってたやつやな。自分が何を提供したらいいかみたいなやつに似てるかな。それが分かれへんの。それと同じ。何を提供したら効率的なのかが分かれへんってさっき考えてたじゃないですか。それと似たような感じで、自分がどうあるのかが分かれへんみたい。どうしたいかっていう明確なんがはっきりないって感じ。なんとなくヒーリングいいかな。だって流れ的にやってきたから。それがなんかある程度手応えも感じたから、これが私の流れなんかな。だから今さっきヒーリングって言ったけど、でもそれもなんかおぼろげ。別にやり方なんてなんだっていいんですよ。ヒーリングはそのうちの一つであって。ただ、回数が多かったからヒーリングかなと思っただけで。ヒーリングでもいいし、だって言うたらテニスだっていいんですよ。自己表現するんやったら。それが自分が楽しいって思うんだからね。それで勇気もらえる人だっているわけじゃないですか。だからヒーリングであろうと、スポーツであろうと、物書きであろうと、歌であろうとなんだっていいわけ。でも今何が不安かっていうと、それが自分の中でしっかり確定してないから、こう焦ってるっていうか、そういう焦ってる時ってね、人がよく見えるんですよね。あの人は歌ですごい自分を表現してるような、この人は講座でやってるような、すごい楽しそうに見えるんですよ、それをやってる人たちって。自分をすごく出し切ってるっていうか、自分の内面をすごくあまり躊躇なく、あまり誤差もなく、自己表現がすごくすんなりできてて、すごくその人の世界があって、気持ちよくって、不安とか、その人の喜びとか、それをそのまま隠さずにバーって出せる世界をその人たちは持っていて、それがすごくよく見える。そういう方法を自分も欲しい。自分を偽るんじゃなくて、いい部分だけを見せるんじゃなくて、自分の喜びも強さも悲しみも弱さも無理なく表現できるやり方が
欲しいみたい。今見てる部分では、今日は例の通貨稼ぐから人のためにとか思ってたけど、今のここの部分だけで言うと自分のためにかな。結局自分のために表現した先に人のためになる喜びみたいなのがあったりするから、まずはなんか自分のために自分を表現する。それはどの部分も表現したいみたい。自分の良さもそうやって躊躇なく表現することで人の役にも立つし、それを出すっていうことが自分の強さにもまたつながったりするから、なんていうの、比べてるのかな、できてる人たち、できてるように見える人たちが。その自己表現ができてるように見える人たちと自分の差を感じてる。それで亀の水に映ってる自分を不安に見てるかな。自分だってそういう表現が欲しい。だってあの人たちがすごいわけじゃないし、自己表現できてるような人たちが見つけたみたいに自分だって何かあるはず。でもそれなりになんかみんな楽しいんですよ。スポーツやってる時も楽しいし、ヒーリングやってる時も楽しいし、何か自分が模索して何かなってこうあれこれやってる時も楽しい、実はね。あんまり悲観的になってない。なんかチャレンジする時もね、楽しいみたい。ははははって言いながらできるみたい。でも、いまいちしっくりくるやつがけえへんってこと。で、どうしよっかなーって言ってる。このまま、この状態がずっと続いたらどうしようとか。何にも達成感なく、ちょっと言葉悪いけど中途半端な。これも楽しいけどどれもハマってないってこと。そんな感じで人生そのまま進んでっちゃったらどうしようって。それってなんかちょっと時間の無駄なような気がするんですよ。もっと早くにこれっていうのを見つけて輝いてる人たちみたいに、それでみんなにこう幸せを分けれるような人になる方が効率的やから。だからまあ自分勝手早くそれを見つけて早く自己表現したい。見つけた方法でっていうこと。でもそれが見つかれへんから不安に思ってて、自分の心に聞いてみなさいって言われてる今。今は他人を見てそれを探そうとしてんの。だからね、やっぱりいろんなことやってるじゃないですか。普通に3次元に入れて、なんかいっぱい周りに人がいるから、でいろんなやり方みんなやってるじゃないですか。でも同じ講座するにしてもちょっと変えててとかね。みんな同じ方法でやってるわけじゃないから、あ、こんなやり方もあるのかとか。で、全く関係なくスポーツもあるなとか、歌もあるな、絵もあるな。わあ、すごいな。それを見て自分がそれをやってるのを想像するんですよ。まあどれもしっくりこないんですけど、で意識がやっぱ外に向いてるって感じかな今。目に入るから。活躍してる人なんてね、世の中にいっぱいいますから。だから外をばっかし見てるから、そうじゃないんだよって。内を見るんやって。もう十分外は見たと。すごいいろんなことで、輝いてる人がたくさんいると。同じ歌にしても、同じ講座にしても、やっぱりその人なりの個性っていうのがあるんですよ。講座って言ったとしてもね、やっぱりすごいいろんなことあるじゃないですか。その中でみんなが何をしたいかっていうのを自分に、内に聞いてやるの。例えばすっごい重い人たちをちょっとでも良くしたい。だって自分がしんどかったから。自分がしんどくて、それが変わって世界が変わったみたいに、すっごいしんどい人たちを重点的にやりたい人だっているわけ。じゃなくて、なんか軽い人たちをもっと楽しくしたいっていう人だっているわけ。でも、どっちが正解とかじゃなくって、それはその人がそうしたいからしてるわけ。だからさっき言ったみたいに、人が上がる瞬間がすごい鳥肌が立つぐらい震えるって。それこそが自分の喜びなの。何をした時にそう感じるかっていうのを、自分を観察する。今は人を観察してるけど、自分を観察するんやって。自分の心を感じる。どういった時に自分が上がるか。どういった時に自分の心が震えるか。それを考えながら自分が何をしたいかを決めるんです。そのパターンを見つける。こうしてる時がやっぱ自分の震え方がすごい大きいなとか、回数多いなとか、こういった人の顔が見たいんやなとか。で、その中で一番自分の中で効率がいいやつ。それがもしかしたらスポーツかもしれへん。ヒーリングでやりたいがヒーリングでやればいい。はたまた全く違うのが出てくるかもしれへん。いろんなことを学んだりして、これのやり方がいいなと思うかもしれへんな。やり方なんか別
別になんだっていいんですけど、何をしたいか、どういう瞬間を求めてるのか、それに対してどういった方法が効率がいいかとか、どういった方法が自分が心地いいか、自分の内を観察しなさいって、そこに答えがある。周りにあるんじゃないから、それってもうすでにあるんですよ、心の中に。でそれはなんか今世だけじゃなくて、なんか前世のいろんな経験とか感動とかは魂の中に刻まれてるから、よく言うじゃないですか、引き寄せの法則で感情のナビゲーションをたどって自分が何をどう思ってるかっていうのを感情で知るんやって。何かをやった時にいい気持ちになったらそれをやりたい、嫌な気持ちになったらそれはやりたくないっていう感情をナビゲーションとして使うんやっていうのをよく言うんですよ。そんな感じで、だから何をしてる時に自分が上がるか、ああ心地いいなーって思うかとか、わあこれしたいって思うかとか、それはやっぱり外にはないからね。それをみんなが自分の内を見て見つけてってるもんやから、だから自分の内を見なさいって。その探る過程はね、楽しいと思うからできはったらいいと思うけど、そうすると絶対に見つかるし、いろんなものをこう試行錯誤して自分で見つけていくからこそ納得できるんです。人によってはセッションであなたこれが向いてますよとか、あなたこれが使命ですよって言って、ああそうなんやって言ってハマる人もいると思うんですけど、そうじゃなくって、キャノンさんの場合は試行錯誤して何かを見つけていく過程が楽しいっていうのも分かってるし、それを見つけていく強さもあるし、それを楽しいと思える心があるんですよね。あれも違う、これどうかなって思って、最終見つけたやつ、納得したやつやからこそハマるっていうか、人に与えられてパンって入ってくるんじゃなくて、その過程が必要なんです。そうだね。これは楽しみながら宝物を探していくような感じで探していく。それが学びやし、それが生まれてきた意味みたいな感じ。過程を楽しむっていうのが生まれてきた醍醐味。だからそれを自分で探さないといけない。自分で感じないといけない。喜びながら探していくシフォンさんの姿が周りにとってなんか光になるみたいな。その過程を楽しんでいる人たち、その過程を楽しんでいるシフォンさんがそこにいるだけで光になるんです。そういった自己表現のやり方もあるんじゃないって。だからそれができる人ってなかなか少ないじゃないですか。やっぱさっきのシフォンさんみたいに、やっぱりいいなって思う。それで、成功してるように見える人たちがね、自己表現もできてるように見える人たちがすごい輝いてる。そこまでいかないと人生楽しめないんだっていう風に思っちゃってるんやけど、そうじゃなくて、この過程も楽しめるんだよっていう光になれるんじゃないのって、そういう自己表現の仕方もあるんじゃないのって。それができる人ってなかなか心が強くないとできないから、不安になる人とか自分に自信がない人とかはやっぱり妬ましく思うんですよね。成功してる人が横にいると、あの人はあんだけ輝いてるのに自分はできてないな、自分ってあかんねんな。だからシムズはそこまでいってないけど、ちょっと不安に思ったみたいにその先に行っちゃう人がいる。でもそういうことじゃなくて、誰もが認める成功までいかなくったって、その過程も楽しめるんじゃないって。だから今、ショーフさんが両方見せれるんです。その過程も楽しむ。その過程を楽しんだ結果、そこにたどり着く。その過程を全部見せれるわけやから、すごく恵まれてるって。その見つけた人だけが恵まれてるわけじゃない。過程も見せれる。その先も見せれる。それは逆にもう見つけた人たちはできないことじゃないって。だから楽しんでったらいいんだよって。その過程も自分の感情を見て見つけていく楽しさ。それは楽しいよ楽しいよって言わなくても自分を楽しんでれば自然に伝わるから。だから見つけられてない自分をこう否定しない。今の状態を否定しない。
この過程こそが喜びであり光である、この過程こそが自己表現であるっていう視点を持ちなさいって。それがなんかすごく多分上手にできるんやと思う。しかも人に見せれる、くったくなく。それも強さやし、そうやって生きればいいっていうメッセージです。ありがとうございます。はい。方法を探す過程も自己表現である。いやー、かっこいいなー。にゃんこも妙に納得したわ。すごく素敵なシフォンさんがこれから見つける自己表現方法をその過程も含めて見せてもらいたいなって思ったわ。にゃんこは最近サーモンと鮭は何が違うのかなってずっと悩んでたんやけど、結果どっちも美味しいってなったわ。